この動画では地球温暖化による気候変動がワイン業界にもたらしている劇的な変化について解説するのだ。フランスのブルゴーニュ地方など何世紀にもわたってワイン作りをリードしてきた伝統的な産地が近年記録的な不作や価格の高騰に直面しているのだ。ブルゴーニュってあの有名なワインの産地よね。不作で価格が高騰しているなんて知らなかったわ。そうなのだ。温暖化の影響でこれまでの環境が変わりつつあるのだ。その一方でこれまでワインの栽培には寒すぎるとされていたイギリス南部や日本の北海道などが新たな名城地として世界的な注目を集め始めているのだ。イギリスや北海道がワインの産地に？なんだかワインの世界地図が変わってきているみたいね。まさにその通りなのだ。気候変動によってワインの世界地図がどのように塗り替えられているのか、その背景にある仕組みや最新の技術、そしてこれからのワイン市場の動向について詳しく掘り下げていくのだ。旧世界ワインが守り抜くテロワールと厳格な法律。この動画では前提となるワインの世界の基本的な枠組みについて整理しておくのだ。世界のワイン産地は大きく旧世界新世界に二分されるのだ。旧世界と新世界に分かれているのね。旧世界ってどのあたりの国のこと？旧世界とはフランス、イタリア、スペインなど紀元前から続く長いワイン作りの歴史を持つヨーロッパの国々を指すのだ。世界のワイン生産量のデータを見ると、この3カ国だけで世界の全生産量の約半分を占め続けているのだ。旧世界の最大の特徴はテロワールという概念なのだ。テロワールって何のこと？その土地特有の気候、日照時間、土壌のミネラル成分などの個性を最大限に引き出す考え方のことなのだ。土地の個性を大切にするのが旧世界の基本なのだ。このテロワールを守るため、フランスには AOC、原産地呼称統制という特定の産地名を名乗るための厳格な品質保証制度があるのだ。産地を名乗るのに法律でルールが決められているのね。この法律により1ヘクタールあたりの最大収穫量から使用できるブドウの品種、人工的な水やりの制限に至るまで極めて細かなルールが定められているのだ。品質を守るための徹底した管理が行われているのだ。何世紀にもわたって蓄積されたデータと経験則に基づき、その土地の個性をボトルに封じ込めるのが旧世界の流儀なのだ。厳しいルールを守り続けることで伝統の味と土地の個性が引き継がれているのね。土地の恵みを最大限に生かすための努力と歴史が旧世界ワインのブランドを支えているのだ。新世界ワインの台頭を支える自由な発想と技術革新。一方の新世界とは15世紀から17世紀にかけてヨーロッパ諸国が新航路を開拓し世界中に進出した大航海時代以降にヨーロッパからブドウの苗木とワイン作りが伝わった地域を指すのだ。大航海時代って歴史の授業で習ったわね。具体的にはどのあたりの国なの？代表的な国はアメリカ、オーストラリア、チリ、南アフリカなどなのだ。新世界におけるワイン生産量は過去数十年間で飛躍的に伸びていて、現在では世界の生産量の約 30% を占める規模にまで成長したのだ。 30% も結構な規模になっているのね。そうなのだ。新世界の強みは旧世界のような厳格な法律の縛りが少ないことにあるのだ。土壌や気候の制限にとらわれず最新の科学技術を積極的に導入しているのだ。最新の科学技術ってワイン作りにどうやって使うの？例えばブドウの糖度や酸度をセンサーでリアルタイムにモニタリングし、最新の灌漑システムで水分量をミリ単位でコントロールするといった効率的でデータに基づいた栽培が行われているのだ。ミリ単位で水分調整するなんてまるで精密機械を作るみたいね。まさにその通りなのだ。また消費者の好みに合わせて異なる産地のブドウをブレンドするなど自由な発想で市場のニーズに迅速に応えることで国際市場でのシェアを急速に拡大してきたのだ。伝統に縛られないからこそ新しいことにどんどん挑戦できるのね。そうなのだ。データと自由な発想を武器に新世界のワインは世界中へその魅力を広げているのだ。気候変動が突きつける伝統的勢力図の崩壊と歴史的危機、これまで厳格な伝統を重んじる旧世界と革新的な技術を駆使する新世界がそれぞれの魅力を競い合いワイン市場のバランスを保ってきたのだ。どっちのワインも美味しくて魅力的よね。しかし
近年の急激な気候変動がこの長年続いた勢力図に根本的な揺さぶりをかけているのだ。世界の平均気温は確実に上昇傾向にあり、ワイン作りに適した平均気温である13度から22度のベルト地帯が年々高緯度へと移動しているのだ。産地がどんどん移動しているのね。その通りなのだ。これは19世紀後半に発生した歴史的事件フィロキセラ以来の危機とも言われているのだ。フィロキセラって何のこと？フィロキセラとは北米からヨーロッパに持ち込まれた苗木に付着していたアブラムシの一種なのだ。耐性を持たないヨーロッパのブドウの根の樹液を吸い尽くし、フランスをはじめとするブドウ畑を壊滅状態に陥れた大事件なのだ。虫のせいで全滅しかけたなんて恐ろしいわね。この時は害虫に耐性を持つ北米産ブドウの根にヨーロッパのブドウの木を接ぎ木するという大掛かりな対策によってようやく収束を見たのだ。接ぎ木という技術でなんとか乗り切ったのね。そうなのだ。しかし現代の気候変動という地球規模の物理的な変化の前ではこれまで絶対だった旧世界と新世界の境界線すらもその意味合いを変えざるを得ない状況に直面しているのだ。気温上昇と異常気象の連鎖を示す観測データ。今フランスのブルゴーニュやボルドーといった旧世界の伝統的な産地がかつてない試練に直面しているのだ。フランスのワインってすごく有名よね。どんな試練なの？観測データによるとフランスのブドウ生育期の平均気温が過去70年間で約2度も上昇しているのだ。2度って聞くと大したことないように感じるけど、植物にとっては大きな変化よね。その通りなのだ。ただ暖かくなるだけじゃなくて極端な気象現象が頻発するようになっているのが大問題なのだ。極端な気象現象って何のこと？例えば冬が暖かいせいでブドウの発芽が早まるんだけど、その後に春先の急激な寒波が来て春の遅霜による甚大な被害をもたらすケースが増加しているのだ。せっかく芽が出たのに凍っちゃうのは悲惨ね。さらに夏に35度を超える熱波が襲ってきて日照りによる水分ストレスが発生するのだ。暑すぎてもカラカラになっちゃうのね。秋の収穫の時はどうなの？収穫期になると今度は局地的な豪雨や氷が頻発してせっかく育ったブドウに追い打ちをかけるのだ。春は凍って夏は干からびて秋はボコボコにされるなんて、ブドウも農家さんも大変ね。これによりブドウの生育サイクルが大きく乱れてしまい、長年培われてきた伝統のノウハウだけでは対応しきれない事態が現実のものとなっているのだ。収穫量の大幅減少と寒冷地での異変を裏付ける統計数値。極端な気象現象が実際のワインの収穫量に深刻なダメージを与えているのだ。国際的なワイン機関の予想によれば2024年の世界のワイン生産量は2億2700万から2億3500万ヘクトリットルと見込まれているのだ。ヘクトリットルって何のこと？ 1 ヘクトリットルは100リットルのことなのだ。要するに1961年以来の最低水準にまで落ち込む見通しだということなのだ。60年以上ぶりの少なさなのね。特にデリケートな品種であるピノノワールなど栽培するブルゴーニュなどでの影響は顕著なのだ。2024年のフランス全土のワイン生産量は前年比で 23% も減少し3690万ヘクトリットルにまで落ち込んだのだ。 23% も減るなんて大打撃じゃない。その結果フランスは世界第1位のワイン生産国の座から転落してしまったのだ。局地的なデータを見ても一部の畑では収穫量が平年の最大 80% も減少する事態が発生しているのだ。 80% 減ってほとんど収穫できてないわね。さらに影響は温暖な地域に止まらないのだ。冷涼な気候を生かして凍ったブドウから作られるドイツの高級甘口ワインアイスワインも大ピンチなのだ。凍ったブドウからワインを作るの？そうなのだ。でも2019年の記録的な暖冬によりブドウが十分に凍結せず生産がほぼ不可能な年が発生してしまったのだ。寒くないと作れないワインにとっては致命的ね。このように気候変動の波は温暖な地域から寒冷地まであらゆる産地を飲み込んでいるのだ。需給不均衡による価格高騰のメカニズム、気候変動による生産量の大幅な減少は市場における需要と供給のバランスを大きく崩しているのだ。欲しい人は多いのに作れる量が減っちゃってるってことね。その通りなのだ。
世界的にブルゴーニュなどの伝統的な産地のワインに対する需要が堅調に推移する一方で、供給量が絞られれば経済の基本原則に従って価格は必然的に上昇するのだ。数が少なくなれば値段が上がるのは当然よね。実際の市場データでもブルゴーニュワインの販売額は収穫量の減少にもかかわらず上昇傾向を示しているのだ。一部の高級ワインに至っては数年前と比較して数倍の価格で取引されるようになっているのだ。数倍、それはちょっと手が出せなくなりそうね。流通市場においては絶対的な供給不足が懸念されており、在庫の確保が困難になることでさらなる価格の押し上げ要因となっているのだ。ますます手に入りにくくなっているのね。このように気候変動はブドウ畑の風景を変えるだけでなく、ワインの価格形成メカニズムにも直接的な影響を及ぼし、業界全体に地殻変動をもたらしているのだ。糖度と酸味の化学メカニズムとアルコール度数の上昇、気温が上がるとブドウにどんな変化が起きるのか具体的に解説していくのだ。ブドウの果実は日中の日照と気温によって光合成を行い糖分を蓄積し、夜間の涼しさによってワインの骨格となる酸味を保つのだ。昼に甘さを貯めて夜に酸味をキープするのね。そうなのだ。でも近年の極端な気温上昇でこの繊細な生化学バランスが崩れつつあるのだ。気温が35度を超える猛暑日が続くと、ブドウは自己防衛のために生育を停止したり、水分が蒸発して過剰に凝縮したりするのだ。ブドウも暑すぎて夏バテみたいになっちゃうのね。まさにそんな感じなのだ。その結果、果実の糖度が急激に上昇する一方で、夜間の気温が下がらないために酸味が急速に失われてしまうのだ。甘いだけになっちゃうとワインの味も変わっちゃうわね。その通りなのだ。ワインのアルコールは酵母がブドウの糖分を分解することで生成されるのだ。だから糖度が高すぎるブドウを発酵させるとアルコール度数が 14% から 15% を超えるワインに仕上がってしまうのだ。アルコール度数まで高くなっちゃうんだ。そうなのだ。これによりブルゴーニュのピノノワールなどが本来持っていたアルコール度数 12.5% から 13% 前後の繊細な香りや酸味との美しい調和が失われてしまう傾向が強まっているのだ。収穫時期の歴史的前倒しと過酷な労働環境の実態。続いて収穫時期の変化について見ていくのだ。ブドウの収穫って秋の涼しい時期にやるイメージがあるわね。そうなのだ。かつてフランスの主要産地では9月から10月にかけて収穫するのが常識だったのだ。でも気温上昇の影響でブドウの成熟スピードが歴史的な規模で加速しているのだ。成熟が早まるって具体的にどれくらい時期がずれているの？過去約30年間のデータを見ると平均して2週間から4週間ほど早まっているのだ。今では真夏の8月に収穫が開始されるケースも珍しくないのだ。8月って1年で一番暑い時期じゃないの。その通りなのだ。この収穫時期の前倒しは現場の労働環境に深刻な影響を及ぼしているのだ。特にフランスの8月は国民的な長期休暇であるバカンスシーズンと重なるから、収穫のための季節労働者を確保するのが至難の技となっているのだ。みんな休んでいる時期に人手を集めるのは大変そうね。さらに気温が30度を大きく超える炎天下で過酷な肉体労働を強いられることになるのだ。熱中症のリスクが高まる中、労働者の安全を確保するための対策が急務となっているのだ。それは危険だわ。何か具体的な対策は取られているの？一部のワイナリーでは気温が上がりきる前の夜明け前や完全に日が落ちた深夜にヘッドライトを点灯して収穫を行うナイトハーベストを導入しているのだ。ナイトハーベストってなんだかかっこいい響きだけど、夜中の作業も苦労が多そうね。そうなのだ。涼しい時間帯に作業できるメリットはあるけれど、深夜労働に対する人件費の割増など生産者にとっては新たな負担が発生しているのが現状なのだ。品質維持のための冷却技術と製造コストの増大、収穫されたブドウをワインにする醸造のプロセスにおいても気温上昇は多大なコスト増を招いているのだ。コスト増って具体的に何にお金がかかっているの？真夏に収穫されたブドウは果実そのものの温度が30度近くに達していることがあるのだ。温かいままのブドウをプレスして発酵槽に入れると野生酵母やバクテリアが異常繁殖して
ワインに望ましくない風味や欠陥をもたらす危険性が跳ね上がってしまうのだ。せっかく収穫したのに、味が落ちちゃうのはもったいないわね。そうなのだ。そのため、現代のワイナリーでは収穫したブドウを直ちに冷蔵施設に運び込み、10度前後まで急速に冷却する工程が不可欠になりつつあるのだ。10度まで冷やすって、かなり大掛かりな設備が必要になりそうね。その通りなのだ。さらに、発酵中も温度が上がりすぎないよう、クール発酵と呼ばれる厳密な温度管理システムをフル稼働させる必要があるのだ。クール発酵って何のこと？発酵タンクを冷却して、低い温度を保ちながらゆっくりと発酵させる技術のことなのだ。これには大型の冷却設備への初期投資に加えて、夏の電力需要がピークに達する時期における莫大な電気代がかかってしまうのだ。夏場にクーラーをガンガン効かせるようなものだから、電気代だけでも相当なお金がかかりそうね。生産量の減少によって1本あたりの固定費が上昇しているところに、こうした温度管理コストや労働環境改善のための費用が上乗せされる構造が、近年のワイン価格高騰の科学的かつ経済的な裏付けとなっているのだ。なるほど。ワインが高くなっているのには、そんな裏の事情があったのね。温暖化への適応策が、そのままワインの値段に直結してしまっているのが現状なのだ。平均気温1度上昇がもたらした奇跡と地質の合致、伝統的な産地が苦境に立たされる一方で、気候変動によって思わぬ恩恵を受けているイギリスの台頭について解説するのだ。イギリスって寒そうなイメージがあるわね。ワインなんて作れるの？かつてのイギリスは寒冷でブドウ栽培には適さないとされていたんだけど、過去30年間で平均気温がおよそ1度上昇したのだ。たった1度上がっただけでそんなに変わるものなの？ワイン作りにおいてこの1度は決定的な意味を持つのだ。冬季の草害リスクが減って、これまで栽培が難しかったシャルドネや、さっきも登場したピノ・ノワールといった品種の安定した生育が可能になったのだ。なるほど。気温が上がってブドウが育ちやすくなったのね。さらに注目すべきは地質なのだ。僕の調べによれば、イギリス南部は大昔にフランスのシャンパーニュ地方と地続きだったと考えられていて、高級スパークリングワインの生産に不可欠な白亜石灰質のキンメリジャンド城が広がっているのだ。キンメリジャンド城って何のこと？シャンパーニュ地方にも見られる石灰質を多く含んだ特別な土壌のことなのだ。この土壌のおかげでミネラル感のある良質なブドウが育つのだ。じゃあ、イギリスはもともとワイン作りに向いている土壌だったってことね。その通りなのだ。気温の上昇によってこの土壌のポテンシャルがついに引き出され、高品質なスパークリングワインを作るための絶好の条件が揃ったのだ。作付け面積 160% 増加の衝撃と大手メゾンの進出、イギリスの気候と土壌が合致したことで、イギリスのワイン産業は劇的な成長を遂げているのだ。過去10年間でイギリス国内のブドウ畑の作付け面積は 160% も増加し、現在では年間1500万本以上のワインが生産されているのだ。160% ってすごい増え方ね。生産されたワインはアメリカや日本を含む世界40カ国以上に輸出されていて、イギリスはれっきとしたワイン生産国へと変貌を遂げたのだ。この急成長に目をつけたのが本場フランスの生産者たちなのだ。シャンパーニュ地方の大手メゾンであるポメリー社などがいち早くイギリス南部に土地を購入して投資を行ったのだ。大手メゾンって何のこと？メゾンはフランス語で家という意味で、ワインの製造業者のことなのだ。彼らが2020年には自らイギリス産ブドウを使用した発泡性ワインをリリースするという、かつては想像もできなかった事態が起きているのだ。また、イギリス国内の消費者は年間2550万ボトルものシャンパンを消費し、出荷先別で世界第1位のアメリカの2690万ボトルに次ぐ世界第2位の市場規模を誇るのだ。イギリスとアメリカじゃ人口が全然違うのに、そんなに飲んでいるの？両国の人口差を考慮すると驚異的な消費水準なのだ。この目の肥えた国内消費者の存在が、イギリス産スパークリングワインの品質を厳しく磨き上げているのだ。そして品質が厳しく磨き上げられたことで、国際的なコンクールで最高賞を受賞する銘柄が次々と誕生する原動力となっているのだ。厳しい消費者がいるから、ワインのレベルもどんどん上がっていくのね。まさにその通りなのだ。イギリスは気候の変化だけでなく、ワインを愛する人たちの力合わさって
新たな名城地として確固たる地位を築きつつあるのだ。最先端テクノロジーによる品質管理とサステナビリティ。イギリスが新たな名城地として成功を収めている理由は、気候変動の恩恵だけではないのだ。新興産地ならではの強みとして、最先端のテクノロジーを積極的に導入している点が挙げられるのだ。ワイン作りに最先端テクノロジーってどういうこと？ロンドンを中心とする活発なテックコミュニティの技術を応用しているのだ。高度な灌漑システムやブドウの木の健康状態、そして土壌の栄養レベルをリアルタイムで監視する管理技術が多くのブドウ園で採用されているのだ。なんだか IT 企業みたいね。それでワインが美味しくなるの？データを活用することで品質と収量を科学的に最大化することが可能になったのだ。なるほどね。伝統に縛られない分、新しいものをどんどん取り入れられるのね。さらに環境保護に対する意識も高いのだ。生態学者をチームに招き入れて、自然環境への負荷を最小限に抑えるサステナブルなワイン作りへの投資も盛んに行われているのだ。地球に優しいワイン作りにしっかりとお金をかけているのね。僕が思うに、伝統にとらわれない柔軟なアプローチと最新技術の融合がイギリス産ワインの躍進を支える強固な基盤となっているのだ。気温上昇がもたらしたピノ・ノワールの成功と世界的評価。日本国内でも気候変動によるワイン産地の北上という現象が顕著に現れていて、その中心地となっているのが北海道の余市町なのだ。北海道でワイン作り？寒すぎてブドウが育たないんじゃないの？かつては寒冷な気候に強い特定のブドウ品種が中心だったけど、2000年代以降の穏やかな気温上昇によって、ここでも先ほど言及したピノ・ノワールの栽培が可能になったのだ。ピノ・ノワールってブルゴーニュのデリケートな品種だったわよね。その通りなのだ。とても栽培が難しいとされる高級ワイン向けのブドウ品種なのだ。今では余市町内220のワイナリーと70以上のブドウ畑が集積しているのだ。気候が変わったことでそんなにブドウ畑が増えたのね。その品質は国際性にも高く評価されていて、地元のドメーヌ高彦が2017年に生産した7つ森ピノ・ノワールは、世界のベストレストラン50で何度も第1位を獲得したデンマークの著名なレストランノーマで提供されて一躍脚光を浴びたのだ。世界トップクラスのレストランで提供されるなんてすごい快挙じゃない。需要と供給のメカニズムによって当時約30ドルで販売されていたこのワインは、現在では二次流通市場において約560ドル、日本円にして約8万6千円で取引されるケースも確認されているのだ。8万6千円。ものすごいお値段になっちゃってるわね。冷涼な気候がもたらす繊細で透明感のある味わいが、それだけ高い市場価値を生み出しているということなのだ。観測史上の猛暑とウィンクラーインデックスの変化、気候変動がもたらす恩恵は長くは続かなかったようなのだ。近年、余市町の平均気温は急速に上昇していて、2025年の夏における平均気温は 22.1 度に達したのだ。過去30年間の平均と比べて約3度も高い、観測史上最も暑い夏になったのだ。3度も上がるなんてものすごい変化ね。現地の生産者からも、以前はアルザス地方に近い気候だったが、今やブルゴーニュを超えてボルドーに近いという声が上がるほど急激に温暖化が進んでいるのだ。そこで重要になるのがワイン産地の気候を分類するウィンクラーインデックスという指標なのだ。ウィンクラーインデックスって何のこと？ブドウの生育期間の積算温度をもとに、冷涼なリージョン I から温暖なリージョン V まで5段階に区分して評価する仕組みなのだ。余市町はこれまで最も冷涼なリージョン I に属していたんだけど、近年はより温暖なリージョン II の範囲に入りつつあるのだ。ということは、今まで育てていたブドウに影響が出るわね。その通りで、冷涼な気候を好むピノ・ノワールに最適な地域から脱しつつあるという厳しい現実があるのだ。気温の上昇だけでなく、温暖化による生態系の変化で山の木の実が減少し、ブドウを狙う鳥害が急増しているのだ。鳥も食べるものがなくて山から降りてきているのね。その対策として、町中で爆竹を鳴らして鳥を追い払う事態にまで発展しているのだ。加えて、秋の降雨パターンの変化によって、収穫期の豪雨が果実を大きく傷つける被害も発生しているのだ。
収穫直前の豪雨は農家さんにとって致命的ね。異常気象や生態系の変化が重なり、生産現場はかつてない試練に直面しているのだ。適応への技術投資と品種の移行、こうした急激な環境変化に対し、北海道の生産者たちはデータと最新技術を駆使して適応を図っているのだ。自然の変化に対して、ただ待っているだけじゃないのね。具体的にはどんなことをしているの？例えば余市町は、ピノノワールの世界的名城地であるフランスのブルゴーニュ地方、ジュブレシャンベルタン村とワイン協定を締結し、気候変動下における栽培技術や醸造法の知見を共有する体制を構築したのだ。本場フランスの村と直接情報交換するなんて、本格。さらにワイナリー単位でも、温度や湿度の激しい変化からワインを守るため、最大100タルを保管できる地下熟成庫を新設するなど、品質維持のための設備投資が進められているのだ。美味しいワインを作るには、お金をかけた設備の充実も必要なのね。そして注目すべきは栽培品種の多様化なのだ。先ほど触れたリージョン2という新たな気候帯への移行を見据えて動き出しているのだ。少し温暖な気候帯に変わっていくことに備えるのね。そうなのだ。この変化に合わせて、デリケートなピノノワールの実に依存するのではなく、メルローやシラーといった比較的温暖な気候に適した品種への移行や試験栽培も検討され始めているのだ。気温が上がっても育つ品種をあらかじめ準備しておくのね。変化し続ける自然環境と共生し、状況に合わせた適応策を講じることが、これからのワイン作りにおいて不可欠なアプローチとなっているのだ。日照管理と公的機関による新品種承認、気候変動に立ち向かう最新技術と適応策について解説するのだ。環境の激変に対して、ワイン業界もただ手をこまねいているわけではないのだ。具体的にどんな対策をしているの？まず注目すべきは、キャノピーマネジメントと呼ばれるブドウの葉の管理手法なのだ。キャノピーマネジメントって何のこと？あえて葉を残して果実に日陰を作ることで、直射日光を防ぐ手法なのだ。これにより、ブドウの表面温度を3度から5度ほど下げる効果があることが実証されているのだ。葉っぱを日傘代わりにしているのね。その通りなのだ。さらに、こうした物理的な対策に加えて、暑さや病気に強い新たな交配品種の導入も進んでいるのだ。新しい品種を育てるってこと？そうなのだ。伝統と格式を重んじるフランスのボルドー地方においてさえ、気候変動対策として2021年1月にフランス国立原産地名称研究所という公的機関が、当リガナチョナルやアルバリーニョといった新たなブドウ品種の栽培を補助品種として正式に承認したのだ。あのボルドーが新しい品種を認めるなんて、大きな変化ね。さらに、同じくフランスのアルザス地方でも南部の温暖な地域で育つ、前にも名前が挙がったシラーの試験栽培が開始されるなど、環境変化に対する科学的なアプローチが加速しているのだ。気候に合わせて、ワイン作りもどんどん進化しているのね。長年の伝統を守りつつも、自然環境の変化に柔軟に対応していく生産者たちの努力が続いているのだ。標高の引き上げと気温の相関を利用した産地移動。次に、より涼しい環境を求めたブドウ畑の移動について見ていくのだ。気象学の基本的な法則として、標高が100メートル上がるごとに気温は約 0.65 度下がることが知られているのだ。山に登ると涼しくなる、あれね。そうなのだ。このメカニズムを利用して、世界中の生産者が標高の高い山岳地帯へと栽培地を移しているのだ。具体的にどれくらい高くしているの？例えばイタリアのアブルッツォ州では、ブドウの植栽が認められる標高の上限規定が、海抜600メートルから800メートルへと引き上げられたのだ。アブルッツォ州って何のこと？イタリア中部のアドリア海に面したワインの産地なのだ。上限が200メートル上がったことで、約 1.3 度の気温低下が見込める計算になり、温暖化による気温上昇分を相殺する狙いがあるのだ。なるほど。ルールを変えてまで涼しい場所を確保しているのね。その通りなのだ。また、山だけでなく、海風による冷却効果を求めて沿岸部へ畑を移す動きも活発化しているのだ。海風ってそんなに効果があるの？冷たい海流の影響を受ける地域では夜間の気温が下がりやすいのだ。ブドウの繊細な風味を維持するための理想的な温度差を確保できるからなのだ。気温を下げるために、山に登ったり海に近づいたり、生産者も必死なのね。
まさにその通りなのだ。ワインの品質を守るために自然の法則を最大限に活用した産地移動が世界中で進んでいるのだ。土壌保水とコルク活用による自然共生モデル。最後に環境への負荷を減らすサステナブルな栽培法について解説するのだ。サステナブルって最近よく聞く言葉ね。極端な熱波や干ばつからブドウを守るため、土壌の保水力を高める工夫がなされているのだ。具体的にどんなことをしているの？世界最大のコルク生産国であるポルトガルでは、大手コルク船製造会社のアモリム社が面白い実験をしているのだ。道路川沿いの自社農園で、ブドウの木の根元にコルクを地中に埋め込んでみたのだ。コルクを埋めるの？ワインの栓以外にも使い道があるのね。そうなのだ。コルクを埋めることで土壌の水分蒸発を防ぎ、一定の保水効果を得る実験を行い、良好な結果が報告されているのだ。なるほど。身近な素材を活用して乾燥から守っているのね。また、農薬や化学肥料に依存しないオーガニック農法を取り入れるワイナリーも急増しているのだ。オーガニック農法って環境には良さそうだけど、干ばつ対策になるの？化学肥料の使用を控えることで土壌の微生物層が豊かになり、ブドウの根が地中深くまで伸びるようになるのだ。根が深くなるとどうなるの？深く張った根は地下数十メートルの水分を吸収できるため、降水量が激減しても干ばつに耐えうる強さを持つのだ。すごい生命力ね。自然の力を生かしているのね。このように自然の力を最大限に引き出し、気候変動に適応しながら環境と共生するワイン作りが、現在の業界全体の大きなトレンドとなっているのだ。世界的な消費量減少とフレンチパラドックスの終焉。ワイン市場の構造転換について解説するのだ。現在、ワインの市場構造は気候変動だけでなく、消費者の思考の変化によって根底から揺さぶられているのだ。国際的な機関のデータによれば、世界のワイン消費量は過去60年間で最低水準に落ち込んでいるのだ。過去60年で最低ってかなり減っているのね。どうしてそんなに飲まれなくなったの？その背景には、若者のアルコール離れや健康志向の高まりがあるのだ。確かに、最近はお酒を飲まない人が増えている気がするわ。さらに、かつて大流行したフレンチパラドックスという言葉も影響しているのだ。フレンチパラドックスって何のこと？ 1991年にある著名な報道番組で紹介された説なのだ。フランス人はバターや肉などの動物性脂肪を多く摂取するのに心臓病による死亡率が低いのは、赤ワインに含まれるポリフェノールが血管を保護しているおかげであるという内容だったのだ。あ、赤ワインは体に良いって聞いたことがあるわ。それでブームになったのね。そうなのだ。この説が世界的な赤ワインブームを引き起こしたのだ。しかし現在では国際的な保健機関などが健康に安全なアルコール摂取量は存在しないという指針を示していて、この説は科学的な支持を失いつつあるのだ。そうだったの？じゃあ、健康のために飲むっていう理由はなくなっちゃうわね。その結果、本場フランス国内の1人当たりの年間ワイン消費量も、1960年代の127リットルから現在では約40リットルにまで激減しているのだ。127リットルから40リットルって3分の1以下じゃない。このように消費者の健康への意識の変化がワイン市場に大きな構造転換をもたらしているのだ。フランス政府のブドウ畑伐採計画と市場の構造転換、消費者の赤ワイン離れや気候変動による環境悪化に対応するため、あのワインの伝統国フランスで前代未聞政策が打ち出されたのだ。前代未聞って一体どんな政策なの？なんと約2万8000ヘクタールものブドウ畑を伐採する計画が進められているのだ。せっかく育てたブドウの木を切っちゃうの？そうなのだ。現地の報道によれば、このうち約 37% は完全に撤去されて、栽培農家がワイン生産から撤退してしまうのだ。撤退ってワイン作りをやめちゃうってこと？その通りなのだ。そして残りの 63% は、樹齢10年以上のブドウ樹を部分的に伐採して、生産体制を再構築するという抜本的な対策が行われているのだ。そこまでしないといけないくらい深刻な状況なのね。じゃあ、作りすぎて余っちゃったワインはどうなるの？供給過剰になったワインは、工業用アルコールに蒸留するための補助金も投入されているのだ。
飲むためのワインが工業用アルコールになっちゃうなんて、なんだか切ないわね。伝統的な産地が苦しい決断を迫られている一方で、先ほども話に上がったイギリスやスウェーデン、デンマークといった北欧諸国では商業的なワイン生産が拡大し、輸出市場へと成長しているのだ。北欧でワイン、寒そうなイメージだけど、そこまで成長してるのね。そうなのだ。これは単なる一時的な不作ではなく、ワインの世界地図と市場の勢力図が恒久的に塗り替えられつつあることを示しているのだ。多様化する選択肢と未来の市場動向。こうした地殻変動の中で、未来のワイン市場はどのように変化していくのか解説するのだ。産地が変わると、市場全体も大きく変わりそうね。気候変動による減産で、特定の伝統的ブランドや産地のワインは価格が高騰し続けているから、それに固執すると消費者にとって経済的なハードルがかなり高くなってしまうのだ。じゃあ、私たちはお金持ちじゃないとワインを楽しめなくなっちゃうの？心配ないのだ。市場全体を見渡せば、これまで何度か紹介したイギリスや北海道、さらには北欧といった新興産地のワインが流通し始め、選択肢はかつてないほど多様化しているのだ。北欧でワインなんて、昔じゃ考えられなかったわね。そうなのだ。今後は伝統的な名声だけでなく、新しい気候条件の下で生まれた未知のテロワールの価値を見出し、評価していく動きがより活発になるはずなのだ。テロワールという言葉は序盤でも解説したのだ。土地の個性っていう意味だったわね。その通りなのだ。僕たち消費者が新しい産地ならではの味わいを楽しむ時代になってきているのだ。なるほど。ワイン選びも新しい視点が必要なのね。需要と供給のバランス、そして新たな産地の台頭が交錯する現在のワイン市場は、まさに地球環境の変化を如実に映し出す鏡のような存在となっているのだ。気候変動が開く新興産地のテロワール体験、いよいよ最後のテーマなのだ。こんな激動の時代において、僕たち消費者がどうワインと向き合えばいいのか提案するのだ。環境がどんどん変わっているから、ワインの選び方も変わってきそうね。そうなのだ。ここで大切なのは、固定観念にとらわれず、新しい産地や品種に心を開くことなのだ。新しい産地って、北海道やイギリスのことよね。その通りなのだ。これまで飲んだことのない地域のワインを試してみることは、気候変動がもたらした新たなテロワールを味わうという、現代ならではの体験でもあるのだ。その土地ならではの個性を楽しむってことね。まさにその通りなのだ。北海道やイギリス、さらには北欧諸国などで生産されるワインは、明確な気象データと生産者の努力に裏打ちされた確かな品質を持っているのだ。北欧でもワインが作られているなんて、本当に驚きだわ。消費者がこうした新興産地のワインを手に取ることは、データが示す地球環境のダイナミックな変化を味覚として体験することに他ならないのだ。地球の変化を舌で感じるなんて、なんだか壮大ね。ワイングラスを通して変わりゆく世界を味わってみるのも、新しいワインの楽しみ方の一つなのだ。サステナブル製法の支援と消費者の選択がもたらす影響。環境に配慮したサステナブルな製法を選ぶ生産者のワインを手に取ることは、間接的に地球環境の保全を応援することにもつながるのだ。美味しくワインを飲みながら、環境にも貢献できるってことね。そうなのだ。現在、ワイン業界では気候変動に適応するための科学的なアプローチが加速していて、僕たち消費者が先ほども触れたオーガニック農法や、環境負荷を低減する最新技術を取り入れたワインを意図的に選択することは、市場の需要をサステナブルな方向へシフトさせる強力な推進力となるのだ。私たちが何を買うかが、業界の方向性を決めるのね。まさにその通りなのだ。市場データが示す通り、消費者の選択は生産者の投資方向を決定づける最大の要因なのだ。だから、環境負荷の低減という目標に向けて努力する生産者を支援することは、単なる購買行動を超え、持続可能な農業の未来を形作る具体的なアクションとなるのだ。一杯のワインを選ぶことが、未来の農業を支える一歩になるなんて素敵な話ね。僕たちの日々の選択が、美味しいワインを未来に残すための大きな力になるのだ。データで味わう次世代のワイン体験。ワインボトルの向こう側にある自然環境の変化や生産者の努力を知ることで、日々の食卓での一杯がより深く豊かな味わいに変わるはずなのだ。
ただ美味しく飲むだけじゃなくて、背景を知るともっと楽しめるわね。そうなのだ。ここまでの話にもあったように、フランスの主要産地におけるブドウの収穫時期が平均して2週間から4週間早まっていることや、極端な熱波によってブドウの潜在アルコール度数が上昇していることなど、グラスに注がれたワインの味わいが変化している背景には、厳格な気候データが存在するのだ。潜在アルコール度数って何のこと？発酵前のブドウの果汁に含まれる糖分が全てアルコールに変わったと仮定した時の度数のことなのだ。気温が高いとブドウの糖度が上がりすぎて、結果としてワインのアルコール度数も高くなってしまうのだ。なるほど。データを見ると気候の影響がはっきりわかるのね。私たち消費者が気温上昇や降水パターンの変化といった客観的な事実を理解しながらワインを味わうとき、それは単なる飲料の消費を超え、地球の現在地を周知的な探求へと昇華されるのだ。ワインを飲みながら地球環境について考えるなんて、ロマンがあるわね。変化し続ける地球環境と、それに適応しようとする人類の英知が詰まった一杯を、ぜひ皆さんも体験してみてほしいのだ。いよいよまとめに入るのだ。この動画では、気候変動がワイン業界に与える影響から、伝統産地の苦悩、新興産地の台頭、そして最新の適応策や未来の市場動向までを総合的に解説してきたのだ。ワインの世界地図が大きく変わっていることがよくわかったわ。地球温暖化は、何世紀にもわたって築き上げられてきたワインの勢力図を、わずか数十年で塗り替えようとしているのだ。歴史ある産地にとっては本当に大変なことね。しかし、ワイン作りの歴史は常に自然、脅威との戦いであり、生産者たちはその度に知恵と情熱で困難を乗り越えてきたのだ。これからの生産者さんの工夫に期待したいわね。気候変動という未知の試練に対しても、ワイン業界は革新を続け、新たな美味しさを生み出していくはずなのだ。新しい産地のワインも飲んでみたくなったわ。グラスに注がれたワインを通じて、地球の今を感じ取ってみてほしいのだ。次にワインを飲むのが楽しみよ。最後までご視聴ありがとうなのだ。いいね、コメント、ハイプ、チャンネル登録、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いするのだ。